雲海すごいね。めっちゃ綺麗。やばいね。天空の山城、うん。備中松山城。初めてかもこんな雲海。うん。なんか有名なのはさ、うん兵庫県の、武田城。武田城うん。なんだけど、ここは結構隠れ名スポットだと思う。うん。ここのすごいところってさ、うん。この山の上に立つお城うんの中で一番高いところにあるんだって。うん。しかもこの現存天守うん。の中では唯一らしい。すごいね。うん。ちょっと紅葉してんだよね。うん。雲海が発生する確率はめっちゃ高いんだよね、ここ。うん。ただその天空の城って呼ばれるその雲の位置、低すぎてもダメだし、高すぎてもダメだし。うん。今日見れたのがその天空の城と呼んでいいものかはまだわかんないけど、うん、でもだいぶこう雲にその近いところまで覆われたっていうところまでは見えたね。うん、ちょっと浮いて見えたね。松山城に行っちゃうとダメで、うん、ちゃんと展望台に行かないとこう松山城が見えないからご注意ください。20分ぐらいかな、車で調べたら。うん、間違えてさ松山城の方行っちゃいそうじゃん。確かにね。ちゃんと松山城展望台って調べて、でも向こうは向こうで、うん、自分が雲海の中にいるみたいな。あーそっか、それもいいね。うん、この後はまた近くの街並みを散策しに行くんだよね。うん、行こうか。うん。やば。やばいね。霧がすごい霧だね。これだからあれか、上から見たら雲海みたいな。そうだよ多分。すごっ。そういうことか。あ、ギリ見えるから運転に支障なしって感じか。うん。でもこんなにすごいね。うん。でもよかったな今日の雲海。うん、よかった。一日待ってよかったね。うん。おお、全然先見えない。すごいね。でも8時半とかだよ。確かに結構遅くまであるんだね。ね。遅くっていうか。見て、道路の。うんうん。昼ぐらいまでもしかしたらあれかな、雲かかってんのかな。そうかもしれない。ね。来ました。吹屋。吹屋。ここはベンガラっていう染料で有名な町で、うん、格子、うん、そのサイドの部分がそのベンガラっていう染料で作られてる。へえ。めちゃくちゃ統一されてるんだって。うん、なんか江戸時代からこの町があるんだけど、こうやって統一して色をね、うん、作ってる町ってここだけなんだって、当時からね。なるほど。なんかよく白い壁とかね、うんうんうん、まあ岡山で言えば美観地区うんもそうだけど、こんな真っ赤な街は見たことないね。うん、すごい。めっちゃ綺麗だね。ね。ジャパニーズレッドらしいよ。ジャパニーズレッド。うん。じゃあ日本のあの国旗の赤ももしかしたらこっから来てんのかな。かもしれない。今いるのが旧片山家。片山家。250年前やから。そっか。でもめちゃくちゃ立派だね。こんなでっかい神棚ってなかなかないよね。うん。すごいな。やっぱりさ、昔すごかった人ってさ、こうやってさ、家が展示されるんだよね。すごいよね。なんか10代続いたって言ってたね。うん。なんか見たことないもん、なんかこんな感じの作りというか。この柱がすごいんだって。うん。梁っていうんだけど。お金を持ってたから。そう、だから一本でこんな長い丸い柱を入れれるっていうのは金持ちだったから。うんうん。なんか隠し扉みたいだった。急に階段があって。こんなとこを。へえ。絶対子供だったら楽しいね。うん、こんな家。すごいんだけど。なんか面白い。高さがね、こう上がるじゃん。で、また寝室向こうも上がってる。見て。
本当だ。面白いんだけど。面白いね。なんでこの下引き出しかなんかかな、開けたら入るみたいな。ああ、なんかうん。確かに。これだ、まさにベンガラ色。このさ、のれんもさ、うんめっちゃ可愛い色。可愛いね。うん。これぞジャパニーズレッドなんだけどさ、思ったよりなんかさ、真っ赤じゃなくて、うんちょっとピンクっていうの、紅色、朱色な感じが可愛い。ね。あ、さっきさ、うん。手肉もここが発祥って言ってたね。言ってたよね。知らなかったな。ね。言われてみればこの赤ってそういう赤だよね。こっちにあるのが分家みたいだね。うん。でこっちの建物は出雲大社の職人さんが建てた。うん。だからこういうさ柱もちょっとおしゃれな作りになってんの。うん。お金を持ってたからうん。立派な職人さんを呼べて。そう建ててもらえたんだよね。うん。すごいもん、立派だもんね。で本当はこれベンガラで塗ってるんだよね。うん。だけど太陽に弱いらしくって黒くなっちゃうんだって。こんな感じで。だからちょっと太陽に当たってないようなあの辺うん。とかだと赤さが残っててうんわかる、塗ったんだなって。で向こうの方に行くにつれて赤くなっていくんだけど、うん向こうはなんか観光用にうん赤く塗り直したって。そう。この辺はなんか重要課題だからうん。できないんだって、それが。うん。赤っていいね。赤っていいね。うん。よくあるさ、うん。打ち子とかもさけど白に何色グレー黒うん。の屋根みたいなじゃなくてちょっと赤っぽい石州瓦を使ってるっていうのがいいね。ね。最初この屋根もうんベンガラと思ってた。思ってた。でもこれは石州瓦らしいうね。ん。ちょっと赤い瓦をあえて使ってるんだろうね。この木材とうんのれんとかうんがベンガラを使ってるって。うんうん。なんだっけ、のれんはベンガラを何に混ぜてるんだっけ。豆、豆乳、豆乳に混ぜてうん、染めてるのか。染めてる。で格子、うんこの木の方は渋柿渋柿。でやってるって。うん。だから多分防腐効果も高まるんだろうね。ね、面白いね。面白い。なんかお土産さん、本当だ。ちょっと寄ってみる？うん可愛い。のれんからやっぱ可愛いね。うん。よかったね、お土産屋。よかった。なんかハンカチとか、うん。 T シャツをベンガラ染めしてるものとか、うんあと箸置きうん。ベンガラの塗料を塗ってるものがあってめっちゃ可愛かった。可愛かったね。うん。で自分たちが買ってきたのはこれ手ぬぐい。手ぬぐい。可愛くない？可愛い。白に赤。手ぬぐいは便利やもんね、旅の時とか。そう何枚あってもいいよね。うん。ということで手ぬぐいはちょこちょこ集めてんだよね。うん。さっきスルーしちゃったけど、これがスポットですね。郵便局。可愛いよね。可愛い。やっぱ全然赤いね。うん塗り直してるから。うんすごい綺麗だよ。これ並んでるとなおさらね。これはこれでいいよね。うんもちろんさっきのね、昔のうんまま残しとくっていうのも大事だけど。うん。あとは本当は狙ってたスープカレーのお店が決めてなかった。ここめちゃくちゃ美味しいらしいよ。らしいね。うんつくしっていうところやってまた機なかった会があれば。ね。その時に来ようね。なんか見えてきたよ。すごいね。な小んか学校。超おしゃれじゃない？すげえ立派だ。うん。ここは明治からうん。ずっとあったんだけど2012年うん。で閉校した小学校。うん。めっちゃおしゃれじゃん。2012年ってことは自分たちがうん。大学入る頃か。っていうことは同級生はいる。通ってた。可能性はあるね。うんうん。現役最古の木造校舎。で、これが2012年に閉校になったって。中入れるみたいだから入ってみようか。うん。
はい先生、黒板の字が見えません。なんかいいねこの教室。ね、なんか机がめちゃくちゃ可愛い。うん。せっかくだから木造ってだけでこんなに落ち着くんだね。ね。あ、これさもしかして開くんじゃない？あ、え、開いた。開くんだ。自分たちの時の机ってさ、うん横からこう引き出し出す式だったよね。うん。道具箱とか入れて。けどこのタイプいいな。可愛い。これが体育館みたいな感じ？体育館じゃなくてあれじゃない？集会とかやる場所じゃない？ああ、全校長会みたいな。うん。わかんない。ちょっと剣道とかやりそうだよね。確かに。あそこに校長先生が立ったんかなって感じ。うん。見て、こっち可愛いよ。本当だ。あ、これがさ、うん今時の机じゃない？うん。こんな感じだったよね、小学校の頃。そう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 。こんな感じだった。ね。で、掃除の時に椅子を上に上げてあ、そうそうそう。運んでた。あれ、こっちがどうなんだろう。最近の教室かな。うん。向こうは復元するときにうん昔の教室を再現したんだって。うんうんうん。すごいめっちゃ傷ついてる。行こう。もともとさ、うん銅山でうん栄えたうん町だったんだけど、なんか一緒に取れる硫化鉄っていう石があって、それがベンガラになるっていううんことなんだけど、見つけたのもたまたまなんだって。このいらない石をうんうん。なんかやってみたらできたんだろうね、多分。それでうん富を得たんでしょ。そう、すごくない？すごいね。奇跡よな。うん確かにいらないと思ったものを使ってみようと思うことないようね。んすごいね、この道。うん。すごい。結構がっつり鉱山な感じなんだけあ、閉鎖って書いてある。ど。本当だ。山言葉のいくつかを紹介してみましょう。すごい続いてる。見て、やばい奥。すごいね。ね。先生を扱うやつやフラガス、急に開けた。うん。すごい。これ上まで採掘したのかな。そうじゃない？いた。危ね。日本の豪族天子市すごい。市の領有するところとなります。主要坑道の長さは約 80km で、一番掘った感すごいよね。すごい。これ上まで登って掘ってたんだろうな。うん。天井低めです。うん。私も頭つく。何箇所もあるってことはやっぱうん？別子銅山同様さ、いっぱい穴を掘っていったんだね。縦うんうんに横に。うんうん。こっちにもあるし、本当だ。こっちもでも、塞がれてるけど。あ、貯蔵庫だって今は。へえ。お酒？確かに奥に冷やされてる。うん。涼しいもんね、ちょっと。うん。すごい面白かった。うん。なんか洞窟探検みたいでね。うん。ヘルメット着用。ね。じゃないと頭ぶつけるからね。うん。ここが笹畝坑道って言って、うん。この吹き矢で最初にすっごい昔に発見された銅山の一部、うん。で、メインは違うところにあるみたいなんだけど、ここは死山死山。死山って言って支えるって書いてその分岐みたいなところになってて、うん。ここでもすごく採掘されてたみたいなんでね。なんか坂本っていうところがメインなのかな。うんうんうん。だからメインは見れたわけじゃないんだけど、十分面白かったね。うん、広かった。縦横斜めそんなに掘るんだってぐらい道があって、でここで銅以外に
その副産物である硫化鉄鉱っていうやつが取れて、うんその硫化鉄鉱こそがベンガラの材料になっているうんということで、そこで取れたからこそ吹屋の町がねうん繁栄したんだよね。巨万の富を得た。そうだから本当は銅でこう稼ごうとしたんだけど、なんかね思わぬものが取れて、それがむしろ産業になったってすごいよね。なんかベンガラとして使えるっていうのを見つけたんだよね。なんかそうたまたまそれは見つけたのは分かんないけどね。たまたま作れちゃったみたいな感じで書いてあった。雨だ、こんな晴れてんのに。本当だ。行くか次。まあでもそんな感じで吹屋ができたんだなっていうのが改めて見えた。よかった。めっちゃでかくないお城。めっちゃでかい。お城じゃないか、家か。家。やば。普通にお城だよね、本当に。ねこれ人んちっていうのがびっくり。すごすぎや。それだけベンガラって儲かるってことだよね。そうだよね。あとは狙われるから隠し扉とかいろいろ作んなきゃいけないとか、そういうことか。石垣のように作ったのも狙われないようにかもしれないね。ね。どんだけ金持ちだったの。やばいね。すげえ。この家には不審番部屋、見張り部屋か。すごくない？個人の宅に見張り部屋があります。しかもなんかちょっと過ごしやすそう。快適な見張り部屋がある。ね。お、まーちゃんあったよ。あ、それが水をどうしたらいいんだ。竹のところに水をかけてください。竹の上部に耳を近づけていただくとよく聞こえます。だって。見晴らしもすっごいいいね。なんかあの奥の神社がこの個人の人用の神社やったらしいよ。マジで？昔は。やばいね。広金邸の個人用として祀られてる神社。やばすぎだろ。すごいね。それは大富豪だわ。なんか鉱山とさっきのローハを売って富を得たって。じゃあ掘ったりもしてたのかな。そうかもね。ね。エブリーがあんなちっちゃい。ね。かわいい。ガーン。やってなかった。お寺。もうすごく写真映えのスポットなんだよね。あれじゃない？そうかも。さっきいた、なんだっけ。吹屋か。吹屋から割と近めなので、寄ってみたんだよね。なんか白い鳥居っていうのも珍しいね。赤はよく見るけど。確かに、すごい綺麗だよ。白は白で。ここがいわゆる岡山のフォトスポット。綺麗だよね。